んにちは。今回の動画では日本語を上達したいときにどういう風にするのが効率的かというお話をしていきたいと思います。今回の動画もリクエスト動画です。このチャンネルで3回目のリクエスト動画です。リクエストをくださったフォロワーさん、ありがとうございます。はい、ということでね、私自身は日本語ネイティブなので日本語を勉強したことはないんですが、日本語を勉強している学生さんを見ていたりとか、私自身が英語とかスペイン語を勉強しているんですが、語学勉強をする上で大切なことをご紹介したいと思います。何か参考になれば嬉しいです。ということで本題に入っていきましょう。まず、日本語を効率的に上達させたいんだったら、一番最初にすることは目標を決めることだと思います。なんとなく日本語が上手になりたいな、わかるようになりたいなっていうのでもいいんですが、目標があるとゴールから逆算して何をすべきかが考えられるようになります。逆算、わかりますか？計算をして答えを出すっていうものの逆で、答えから逆にやり方を導き出すこと。これを逆算って言いますね。自分が日本語でどうなりたいのかっていうのを明確にしておくと、どんな教科書を使うのがいいのか、自分にはどんな単語が必要なのかっていうのが分かりやすくなります。例えば日本で留学がしたいな、留学をして日本人の友達をたくさん作りたいな、あるいはアニメを字幕なしで理解できるようになりたいな、他にも日本の文化がもっと知りたいなとか、いつか日本で就職をしたいから就職に必要な日本語検定に合格したいなとか、いろいろとね、みんな目標っていうのは違うと思います。もちろんいつかネイティブと同じぐらい話せるようになりたいって考えているっていうのであれば、たくさんいろんなことを勉強する必要がありますが、でもね、まずはもうちょっと手前のゴールを目指してそこに到達できるように勉強ができれば、それを繰り返していくことによってネイティブみたいになれるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ目的が決まりました。ステップ2は自主学習をするために自分に合う教材を見つけることです。この教材は基本的に文法を勉強する本と単語を勉強する本と、できれば練習、問題集とかね、そういうことができる本3つあるといいと思います。さっきの目標に合わせて自分にとって必要な単語とか、どういうことが言えるようになって理解できるようになったらいいかなっていうのを考えてみてください。もしね、自分が何を勉強すればいいかわからない、とにかく日本語が上手になりたいんだというね、場合には、ひとまずね、JLPT 日本語能力試験って呼ばれる試験のための勉強をするのがいいと思います。試験はレベルがね、違うので、まずは一番簡単なレベルからちょっとずつ難しいレベルに合格できるように勉強段階を上げていくことができます。だからまずは簡単なことから勉強できるし、自分のレベルが上がったらもう一段階難しいことを勉強することができます。だから何を勉強すればいいかがわからなくなりません。何からどうやって勉強すればいいかわからないなっていう時は、まずは試験を受けなくても試験勉強のための教科書とか単語集とか練習問題を使ってやってみるのがいいと思います。はい。ステップ3。これ、もしかしたら一番大切かもしれないんですが、私が今まで出会ってきた日本語学習者の皆さんで、どんどん日本語が上手になる人は、スピーキングの練習をすごくたくさん頑張っている人が多いです。逆にね、スピーキングの練習をしてない人はいろんな単語を知っているし、いろんな文法とかもわかるけど、うまく文章が書けないとか、うまく話せない、日本語を実用的に使えないって悩んでしまう傾向があります。覚えたことは、まず自分を相手にしてもいいので、話して声に出してみるっていうのがすごく大切だと思います。聞いていると自分も話せるような気分になりやすいんですが、案外ね、
同じように発音ができないとか、言おうとすると言葉が出てこないとか、やっぱり言語ってすぐにはできるようにはならないので、ちょっとずつ話をする練習をすることで覚えたことが身についてきます。できればね、ネイティブスピーカーの先生と一緒に会話をして日本語を話す、日本語を使ってみるっていうのが一番日本語を身につけやすいです。でもそれがね、できない場合にはシャドーイングをしてみるだけでも全然違うと思います。シャドーイングっていうのは誰かが喋ったことをそのまま発音してみることです。ちょっと時間差を置いて同じように話してみる。リピートするっていうイメージですね。例えば私が言ったことを私がして話してみる。リピートして話してみる。こんな感じで同じように同じ音程で同じスピードで同じことを言ってみる。これがシャドーイングです。だから役者さんになったつもりで真似っこしてみてください。これはね、例えば私のこのポッドキャストを使ってもらってもいいし、ラジオとかドラマとか映画を使ってみてもいいと思います。皆さんが好きなね、日本のドラマとか映画とかあれば、それをもうセリフを覚えてしまうくらいに真似っこしてリピートしてみると、こうやって会話をしている時も突然、ああいう風に言えばいいんだって思い出す瞬間があるんですよね。これがすごく楽しいです。そういう瞬間に、練習してきてよかったなって思えると思います。ネイティブの言い方を真似しているから、すごくネイティブみたいに発音もできるし、これはとってもおすすめです。ただしね、皆さんに注意してほしいんですが、アニメが好きな人は、アニメでシャドーイングをするのはやめた方がいいと思います。アニメはね、どうしてもアニメらしい話し方をしているんですね。だから、アニメの中のキャラクターが話をするみたいに、現実世界で話をすると、すごく違和感があります。なんだかアニメから出てきた人みたいな話をするなって思われてしまいます。それがいい人もいるかもしれないんですが、日本人はたとえオタクでもそういう話し方はしないですね。どうだろう、する人もいるのかなちょっとそれっぽくなる人もいますが、でも自然に話をしたいんだったらアニメよりもドラマとかシャドーイングの練習をした方が実用的かなって思います。はい。次にね、ステップ4、毎日継続することです。皆さん、毎日ちょっとだけでもいいから勉強できてますか？これね、とっても難しいことですよね。私も難しいなって思ってます。おすすめはね、一日の中でこの時間は絶対に勉強をするぞっていう時間を決めることです。そうすれば、今日疲れちゃったし明日にしようかなとか、そういう選択肢がなくなります。この時間だから勉強しなきゃって思えるんですね。そうすると勝手に勉強するし、勉強をする習慣が身について少しずつレベルが上がっていきます。フォロワーさんのね、コメントで毎週1回ネイティブの人と会話をする練習をしています。レッスンをとってますっていう人がいて、これはすごいことだなと思いました。皆さんね、それぞれがお仕事とか学校のお勉強とか忙しいと思うんですが、こうやって定期的にやることを決めておくと、自分では気づかないかもしれないけど、ちょっとずつ上達しているんじゃないかなと思います。多分ね、こうやって私のポッドキャストを今聞いてくれている皆さんはすごく頑張り屋だと思います。頑張れる人だからこそこうやってポッドキャストもね、聞いてみてくれてるんだと思います。だからね、ぜひこの気持ちを大切に毎日ちょっとずつ継続してみてください。継続することはね、できれば教科書の文法の一章を1日1個やる。で、その時に出てきた単語もその日に覚える。その翌日にはそれを復習する。で、新しいことも勉強する。これを繰り返せると一番いいと思います。はい。なので、ステップ5、大切なことは復習をすることです。毎日新しく学んだこと、これを実際に活用してみて覚えるっていうのがすごく効率的だと思います。頭の中で、覚えたって思うだけじゃなくって、本当にそれ覚えたことを使えるかな
って試してみる機会を作ってみてください。私のね、生徒さんでも私と自由に話をするフリートークのレッスンの時に新しく覚えた単語をちゃんとメモとかして次のレッスンでできるだけ使おうとする生徒さんがいるんですね。その生徒さんはやっぱり毎回ちょっとずつ上達しているのもわかるし、すごく覚えるのが早いなって思います。新しい単語は覚えるだけじゃなくて使ってみることで復習をして身につけていく。これができる人はやっぱり日本語がすぐ上手になっていくなっていうふうに思いました。皆さん、日本語はどうして勉強してますか？勉強をね、しなきゃいけないから日本語を勉強している人もいるとは思います。でも、日本語が好きで趣味として勉強してくれている人もいると思います。理由はね、何にしてもやっぱり言語って使うことで楽しめるとすぐに身につくようになると思います。だから同じ趣味を持っている日本人の友達とか、あるいは日本語学習者同士も同じ趣味を持っていて楽しく話ができる、日本語で話ができるっていう人を見つけられると、それはすごくラッキーかなっていうふうに思います。例えば私のね、生徒さんも任天堂スイッチっていうゲームの集まれ動物の森っていうね、ゲームがすごく好きでハマってたんですね。で、私はやってなかったので、すごい丁寧にこういうゲームでこういうところが面白いっていう風に教えてくれるんですよ。それは私も聞いていて楽しかったし、生徒さんもすごい楽しみながらお話をしてくれたので、毎回授業では、今日もスピーキング力が上がってるな、日本語上手になったなって毎回思ってました。はい。で、その話に説得させられて、私も動物の森を始めました。楽しいですね、あれ。ハマりました。はい。ということで今日の動画は、日本語を効率的に上達させる方法についてご紹介しました。いかがだったでしょうか？何かね、参考になったことはありましたか？それとももう皆さんこういう風に勉強してるよって思いましたか？ぜひね、他にもこうするといいよっていう方法があれば自分流でいいのでコメント欄から教えてください。共有をね、してもらえたらみんな参考にできるし、みんなで楽しみながら日本語を上達させられたらいいかなっていう風に思います。はい。ということで、今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画のリクエストをしてくださったフォロワーさん、リクエストありがとうございました。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。